皆さん、こんにちは。じゅんです。今日は面接についてお話しします。この動画を見ると、日本語で面接を受けるときに使う言葉や、どうすればいいかがわかります。それでは始めましょう。面接では、自己紹介、自分のことについて話します。長所、短所、自分の強み、弱みについて話します。志望動機、どうしてその会社で働きたいか話します。このようなことについて話しますね。まず、日本語で面接を受けるとき、尊敬語、謙譲語を使わなければいけないと思いますか？尊敬語というのは、目上の人や自分より立場が上の人に使います。家族や親戚には使いません。行為をするのは相手です。言うの尊敬語はおっしゃる。今何とおっしゃいましたか？見るの尊敬語はご覧になる。ご覧になりましたか？謙譲語というのは自分がへりくだる、控えめにして相手に敬意を表します。行為をするのは自分です。言うの謙譲語は申す、申し上げる。私は田中淳と申します。見るの謙譲語は拝見する。御社のホームページを拝見しました。もし自信がなかったり忘れてしまったら、丁寧語です、ますを使います。言います、見ますと言ってもいいです。行為をするのは自分でも相手でも使います。面接が始まるときにおかけくださいと言われたら、椅子に座りましょう。おかけくださいは座ってくださいという意味です。これからいくつか伺いますと言われたら、これからいくつか質問しますという意味です。それではまず自分のことについて話してみましょう。自己紹介をお願いします。私はと申します。出身はです。大学では日本語を専攻していました。日本の文化に興味があり、今も日本語を学んでいます。現在、日本料理のレストランでアルバイトをしています。本日はよろしくお願いいたします。自己紹介では、自分の名前のほかに、出身や何を学んだか、どこで働いているかなどを話します。もしもう日本に住んでいたら、3ヶ月前から日本に住んでいますとか、2年前に日本に来ましたなどと言ってもいいですね。今までいつ、どこで何を学んだか、マーケティングを学びました。建築を学びました。法律を学びました。プログラミングを学びました。などと言います。自己紹介は長く話す必要はありません。自分のことを話した後、本日はよろしくお願いいたしますと挨拶をします。言った後に少し頭を下げると
いいと思います。自己紹介の後は聞かれた質問に答えます。例えば、さっき自己紹介で日本の文化に興味があると言いましたね。日本の文化に興味があるとのことですが、きっかけは何ですか？きっかけというのは、どういうことがあって日本に興味を持ったかということです。日本の文化に興味があるとのことですが、きっかけは何ですか？子供の頃、日本のアニメを見たり、漫画を読んだりして、日本に興味を持ちました。特に日本語は僕、俺、あたしなど自分のことを言う言い方がたくさんあることが面白いと思います。日本語がもっと上手になったら、日本語で漫画を読みたいと思っています。日本の文化に興味があるとのことですが、きっかけは何ですか？日本語にはひらがな、カタカナ、漢字の3種類の文字があると知って興味を持ちました。日本語の勉強を始めたとき、本当に大変でしたが、今は読める漢字も増えてきました。いつか日本語で本を読みたいと思っています。このような質問は皆さんがどのくらい日本語を話せるかやどのように考えているかを知るためなので、できるだけ具体的に言えるように準備しましょう。次は自分の長所、いいところと短所、苦手なところについて答えてみましょう。長所は何ですか？私の長所はコミュニケーション能力が高いところです。これまで学校やバイト先でいい人間関係を作ることができました。なるべく自分から話しかけるようにしています。長所は何ですか？私の長所は責任感が強いことです。日本料理のレストランでアルバイトをしているのですが、お客様からのクレームや問題があったときに、最後まで責任を持って対応しました。こんな風に最初に長所を言って、その後その理由や具体的な例を話すといいと思います。この他にも面接でよくある長所といえば、リーダーシップがあります。向上心が強いです。好奇心旺盛です。相手の立場に立って考えられることです。などがあります。短所はどんなふうに言えばいいのでしょう。誰にでも弱み、苦手なことがありますね。でも面接では上手に弱みを言う必要があります。もし電車の運転手になりたいとします。朝起きるのが苦手です。面接で私の短所は朝起きるのが苦手で、学生時代は何度も遅刻をしましたと言ったら、面接の結果はきっと不合格でしょう。短所を言うときは苦手なこととそれをどのように改善しようとしているのかを言いましょう。あなたの短所を教えてください。私の短所は心配性なところです。行動する前に問題がないかよく考えます。先輩に相談したり、もう一度チェックしたりするので、時間が足りなくならないように、慎重にしつつ、スピードも大切にするように心がけています。
あなたの短所を教えてください。私の短所は緊張しやすいことです。特に人前で緊張してうまく話せないことがあります。学生の時、みんなの前で発表するのが苦手でした。今はしっかり準備してから話すようにしているので、昔よりも緊張しないでうまく話せることが増えてきました。面接で短所を聞かれるのは、自分のことを分析できているか、自分の弱みをどのようにカバーしていくか、改善していくか、そして仕事の適性を判断するためです。次は志望動機です。どうしてあなたはその会社を選びましたか？面接の時はその会社のことを御社というようにしましょう。志望動機を教えてください。私は学生の時、プログラミングを学びました。御社の IT 技術は世界的に有名ですし、これからの世界に大きな影響を与える業界だと思います。また、御社のホームページを拝見したのですが、社員の方のインタビューを見たり、理念を読んで共感する部分が多く応募させていただきました。志望動機を教えてください。私は昔から誰かの役に立つことが好きでした。高校生の時、近所の小学生に勉強を教えたり、祖母の家に行って話し相手になったり、食事を作ったりしました。介護の仕事は私の性格に合うと思いますし、社会の役に立つことができると思い応募しました。また、御社には外国から来た人も働いていると知り、私もチャレンジしてみたいと強く思いました。面接が終わるときは、貴重なお時間を割いていただきありがとうございましたと言ってから頭を下げます。これはあなたの大切な時間を私のために使ってくれてありがとうございましたという意味です。面接官が、では1週間以内にメールで結果を送りますと言ったら、返事は承知しましたと答えます。わかりましたという意味です。了解しましたは面接では使いません。承知しましたを使います。部屋を出るときやオンライン面接から退出する場合は、失礼しますと言います。軽く頭を下げましょう。最後に私からのアドバイスです。皆さんが面接の準備をきちんとしていることも大切ですが、挨拶、話し方や雰囲気も大切です。相手の目を見て、明るい表情ではっきりと話すことがとっても大切です。動画の初めにも言いましたが、日本語にはいらっしゃるや伺うなど、友達との会話では使わない尊敬語、謙譲語がありますが、難しかったら丁寧語を使ってくださいね。御社のホームページを拝見しましたが難しかったら、御社のホームページを見ましたでも間違いではありません。もちろん尊敬語、謙譲語が使える人は使ってね。次回の動画では面接でよく使う言葉、聞かれることを紹介します。例文もあるので、
面接の準備に使ってね。高評価、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。